心理値表の問題に移っていきたいと思います。いくつか練習問題を挟んで過去問に挑戦していきたいと思うので、まずは練習問題に挑戦していきましょう。問1、心理値表を完成させよう。以下の表の空欄 A から D を埋めてください。排他的論理は XOR で取ってくださいねということですね。はい。で、1を真 true、0を偽 false と表してますよということになってますね。はい。では、皆さん、ここで数値は何になるかどうか考えてみてください。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。はい。じゃあ答え見ていきましょう。答えはこちらです。はい。0110が正解ですね。0110を選んだ皆さん、正解おめでとうございます。はい。解説していきます。排他的論理はっていうと少し難しく感じるんですけど、排他的論理はって XOR ですよね。XOR って何だったかというと、2つの入力があって、それが異なっていれば1ですね。で、同じだったら0になるっていう論理演算です。そう言われるとシンプルですよね。はい。で、これをベン図で表すとこんな感じです。A だけがある場合と B だけがある場合に色付けされて表現されてますね。なので、まとめますと、XOR っていうのは2つの入力が異なるときに1になります。もし同じであれば0になります。ベン図で書くとこんな風になります。っていうところですね。皆さんよろしいでしょうか。ではもう一問、練習問題いきましょう。入力 P と入力 Q に対する OR の結果がここにあります。さらにそれを否定した演算、NOR 演算をかけたときに空欄 A から D は0または1、何になりますかという問題ですね。はい。少し難しく書いてますけど、これはすごくシンプルな問題です。先ほどと同じように A、B、C、D の流れで0と1を書いてみてください。答えはこちらです。はい。1000が大正解ですね。はい。皆さん正解おめでとうございます。すごく難しく書いてるように見えるんですけど、問われてることはめちゃくちゃ実は簡単ですよね。この P は9、0111の否定を書きなさいなんで、01に1を0に反転させるだけで OK です。0111が1000になりますよということですね。はい。念のため解説します。まず P と Q ですね。これを論理演算していくんですけど、今回は OR でしたね。OR っていうのはどちらかが1なら1ですね。はい。なので、0と1だったら1、1と0なら1、1と1なら1と、そのような論理演算になります。で、そうして出来上がったものを NOT ですね。NOT かけると、0と1がひっくり返るので、1000になりますよということになっております。はい。すごくシンプルですよね。では皆さん、ここまでで準備運動はできたはずです。実際の問題に挑戦しましょう。実際の問題はこちらです。令和3年度春の問い1。任意のオペランドに対するブール演算 A の結果とブール演算 B の結果が互いに否定の関係にあるとき、A は B のまたは B は A の相補演算であるという排他的論理和の相補演算はどれですか？あ、い、う、え、どれが正解でしょうか？では答え見ていきましょう。答えはこちらです。はい。あの等価演算が正解ということになっております。青を選んだ皆さんおめでとうございます。これめちゃくちゃ難しいことを書いてるように見えるじゃないですか。ただこれって実はすごくシンプルなことを聞いていて、この問題文ってほとんど前提条件を言ってるだけなんですよ。というのは、本当に必要な部分はもうここだけです。排他的論理和の相補演算ってどれですか？
っていうことを聞いてるんですよね。それ以前の文章ってただ前提知識を、ちょっと難しい言葉で言ってるだけだと思ってください。なので、ここで問われているのは、排他的論理和。先ほど見ましたよね。XOR です。はい。このベン図の相補演算って反対側っていうふうに思ってもらえればいいんですけど、この排他的論理和のベン図の反対を選んでくださいっていうのを難しく言ってるだけです。はい。なんかいかにも応用情報技術者試験っぽいというか、簡単な問題を難しく表現している面白い問題だと言えそうですよね。ただせっかくなので、問題文で出てきたキーワードを一つずつちょっと見ていこうかなと思います。はい。まず、オペランドっていう言葉が出てきましたよね。オペランドって何かと言いますと、これは、例えば、3プラス5とか出たときに、3とか5がオペランドに該当します。つまり、計算や演算の対象となっている値とか変数のことをオペランドと言いますね。なので、3たす5なら、計算対象である3と5がオペランドになります。ちなみに、このプラス記号は演算子ですね。って言ったりしますよね。はい。で、オペランドが分かったので、ブール演算っていう言葉も出てきましたが、ブール演算は何かというと、これはもう論理演算の別名だと思ってもらえれば大丈夫です。1と0の2つの値のみで扱う計算がブール演算であり、論理演算でもあります。次、相補演算。相補演算は、ある演算結果と常に否定になる演算のことですね。例えば、元の演算でこういった A と B が重なった部分が算出されたなら、この反対が相補演算ですね。A と B が重ならない部分が、相補演算になりますということになっています。はい。で、最後、排他的論理和という言葉がありましたが、これはさっきやりましたよね。XOR のことです。2つの入力が異なると1。同じなら0。こういった論理演算が XOR の論理演算ですね。はい。ということで、いろいろキーワードを押さえていきましたが、何が言いたいか。この問題は、排他的論理和の相補演算を選ぶ問題なので、排他的論理和の相補演算である青を選べれば正解ということになります。はい。いろいろ難しい言葉で書かれていますけど、必要な情報だけをうまく見極めて、最後見つけ出していただけたらなというふうに思います。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。